こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Python in Excel 第10回周波数分析についてお送りいたします。周波数分析は振動特性の確認、音声分析、画像処理、機械の異常検出、心電図の解析などに使用されます。こちらのスライドに周波数分析のイメージを示しています。分析対象となる波形を高速フーリエ変換 FFT 手法を使って周波数スペクトルを求め、周波数ごとの振幅の大きさを表示したのが右の図になります。今回はこの FFT の手法を使用して、筋電図のデータを分析しましたので紹介します。プログラムの概要について説明します。分析対象は、筋電図のデータを用い分析しました。右上のコンボボックスを使用してチャンネルを選択します。このコンボボックスのリンクセルは、チャンネルと名付けられたセルに結合されています。そして、分析区間の指定を O1、O2 のセルによって設定を行います。それではプログラムについて説明を行っていきます。最初に変数で EF にデータフレームとして表全体を取り込みます。次に、コンボボックスのリンクセルチャンネルの値に応じて、EMG01、EMG02 列を選択します。そして、iLock 関数を使用してデータの抽出を行います。また取り出されたデータは、オフセット値を引いた上で変数サンプルに取り込みます。6行目の AX は時間軸を作成するものです。こちらはパラメーターの設定、FFT 解析、グラフ表示を行うコードとなっています。最初に2行目で num アンダーラインデータにサンプルデータの個数を取得します。そして3行目で DT にデータ間隔を代入し、4行目で周波数軸の作成を行います。FFT 解析は、7行目で何πの FFT 関数を使用してサンプルデータの高速フリエ変換を行っています。そして8行目で振幅スペクトル周波数成分の大きさを ABS 関数を使用し求めています。それを9行目で正規化とスケーリングを行っています。FFT の結果を対称性のある実信号に対応させるために振幅を2倍にするのが一般的な手法です。そして、その結果は11行目以降の記述で、右のようなグラフとしてプロットを行っています。こちらは FFT 処理を行う前のサンプリング波形を表示するプログラムとなります。以上でプログラムの説明を終わります。今回、筋電図データを高速フリー変換を使用して周波数分析を行いましたので紹介します。こちらの方の EMG1、EMG2 を選択して周波数分析が行えるようにしました。こちらから EMG01 を選ぶと、ここのリンクセルが変化して、そしてこちらの方ですね、スタート区間、エンド区間をここで設定します。例えば、2秒より3秒の間というように選ぶと、その区間の分析が行われて、こういう形で、周波数ですね、こっちが周波数軸、こっちが振幅の大きさを表しています。元の波形がこのような波形であるというような形で分析が行えます。プログラムの方を見ていきますと、まずは、データをこちらのこういう形で取り込みます。で、このデータを取り込んだら次に何チャンネル目が選ばれているかというのが、こちらのリンクセルが、チャンネル1、チャンネルというセルを参照して1であれば、EMG01、2であれば02という形で、ここで区間データを取り込みます。そして、それをサンプルの中に入れてやる。そして、こちらの方ですね、時間軸の方をこういう形で、計算します。次に、周波数分析の方のパラメータをここで設定しています。まず分析区間のデータ数をこういう形でサンプルの大きさで求める。そしてデータ間隔 DT を線で割ってやって求める。そして周波数軸ですね。をこういう形でラインスペースで求めてやります。そして、FFT 解析ですけども、
何倍の FFT 関数を用いて、取り入れたデータをセットしてやって行います。次に、周波数スペクトルですね。振幅スペクトル、周波数成分の大きさを、この結果をここに代入して求めます。そしてさらにこれを正規化とスケーリングをこういう形で行います。FFT の結果を対称性のある実信号に対応するために振幅を2倍、するというのをですね、っていうのが一般的であるので、こういう式で行います。そしてグラフ化ですね。そしてこういう形で表示します。そしてさらに、この一番下の図はサンプルのこういうグラフ化はこう X とサンプルを設定してやって表示するという流れとなります。